はい、名前はね、藤原誉と言います。で、この場所は、田歌社っていう屋号ですね。田歌社がね、何をしているお店、ね、一つはね、レストランですね。自給自足、いろんなものが自給自足のね、レストランっていうのがあります。あと宿泊をやってます。そうね、建物すべてね、セルフビルで建てた建物の中で、泊まっていただける。で、冬の時期だとね、薪ストーブとかね、要は我々の生活から生まれてくるものを使って、泊まっていただけるっていう、そういうスタイルの宿泊業でもあるし、で、そうですね、そもそも第一次産業自体がうち仕事なんですよね。お米ね、9単の 90R の工場でできて販売もしています。で、お野菜も、一年中一切よそから購入することなく、作り続けて、お野菜に関してはこのうちのレストランで出す。で、我々の食事、プラスアルファ、販売もしてますけどね、通販で販売とかもしてるんですけど、どっちかというとこのうちのこの営みの中で使われていくぐらいですけど、そういう規模の、第一次産業がで、それこそね、建築というのかね、この建物を全て自分たちで建てていってるんで、そういうお金が入ってくる仕事がない時には実はお金を払いながらこう次々施設を建てていくということでね、そういったことも、仕事をなりわいの一部かなということがあってね。で、あと体験もね、たくさんうちはやってるんですけど、お客さんに提供するんだけど、今喋ったようなその生活とか業でね、業の中のことを体験としてお客さんに提供するということもやってるんですけど、実はこの自然を生かしたアウトドアスポーツもね、やっていましてね。で、この今の時期だとスノーシューとかね、クロスカントリースキー、それで自然の中を散策するようなツアーだったり、実はこの漁を見学してもらうような、そういう体験ツアーがあったりね、それこそしかも解体をお客さんがやるので、そういう解体の体験があったり、一貫した信念でね、さまざまなことやってるんですけど、一本の真ん中の芯があってやってることかなとは思ってるんです。はい、そういうところですね。製材機ですね。ウッドマイカーね、入れたのちょうど2年ぐらい前なんですけどね。その数年前からもう欲しいなってすごく思ってたんですよね。そうそう。何よりもその、この宮山町もそう、いろんな田舎はそうやと思うんやけど、自分の村の中に、町の中に製材所がなくなっていきたい。それは大きなこと。僕らがやってきた頃は何軒もあったんやけどね。それがもうたった1軒になって、でもいよいよ、そこもあまり地域の材じゃない材を扱ってなってきた時にね、やっぱりこう木材のね地産地消じゃないけど、やっぱりこのログハウスもそうやけどね、これ全部宮間の木だけど、そういう形で作りたいじゃないですか。そういうこともあってウッドマイザー入れたかったし、製材機入れたかったし、であとはそのあれですね、製材機があることで、もちろん端材、うちの場合薪もたくさん使うわけでね。で、無駄なくね、木一本、枝葉はもう今堆肥にしていってるしね、燃やして田んぼに還元していくということをやってるし、で、引き子からは堆肥の副資材というのね、なるんですよね。で、それこそ今ね、冬、この雪でちょっとしんどくストップしてるけれども、堆肥車を建ててるので、そこではね、それができたらもう本当に引き子がフルに使われて、いわゆる完全堆肥っていうものが作れるんですね。赤土と引き子と、もみ殻と、これが副資材トップ3のもの。堆肥車がねできることで、その引き子ね、も使えるようになるし、
で、まあ今も使ってるんやけどね、それ畑の土手でね、まあ僕ら野ざらしたいというけど、まあそれって完熟ではないですよね。やっぱ完熟ではないものっていうのは、まあ特に畑に入れると、まあいい肥料にはなるけれども、まあマイナス部分もあるんですよね。悪影響。でそれ完全退避にするということはやっぱりすごく、まあ、大事なことっていうか素晴らしいことで、でその今退避者をね、ウトマイザーで、まあ、揃えてるわけだけど、でその端材ね、端材は燃料になっていくし、うちは、まあ、お客さんの部屋も、まあ、我々の事務所も全て薪で冬をねやっていくので、まあ、それがもう全てがそれに燃料にも変わっていくし、で枝葉は焼いて、それがまたアルカリ資材としてね、今度それは田んぼに行きますね。まあ、そういう形でね、その木自体も循環させていく、この田畑社の自給自足の営みに、まあ、木材も、完全に取り組んでいくということですね。まあ、それを払う世代でなければできないこと。まあそういうことですよね。そういうピースが、まあ、うちに世代が入ったことで、さらにこの制度が、自給自足の制度が上がったかなと思いますね。